皆様こんにちは。米谷彩子です。2025年明けましておめでとうございます。去年は流行りのコロナで年末からずっと寝てましたので、新年のご挨拶のビデオを1月の終わりぐらいに作った覚えがあります。おかげさまで今年は穏やかな正月を過ごすことができました。去年の1年の計っていう題だったと思いますけど、そのビデオで自分は何を言ってたのかなと思ってこの前見てみました。去年のビデオでは演奏中に目をつぶらないこととか、ビブラートの種類を増やしてみたりとか、それから曲目について話していました。2024年を振り返ってみると、目をつぶらないというのは演奏中かなりできるようになってきたかなと思います。それと、いつも弦の上を通る弓の毛を見てるとどうも目がすごく変な感じになっちゃうんでできないんですけど、弦の上に弓がどう通ってるかっていうのは時々チェックするっていうのはとってもいいことだと思いました。ビブラートについては自分で1月にビデオで言っといて割とコロッと忘れてて、あんまりそれのことについては考えてなかったので、あんまり進歩もしてないと思うので、それは今年の課題だと思います。それから2024年は結構バロック時代の作曲家の音楽にハマった年でした。一人目はビーバー。ビーバーは1644年から1704年。バッハが1685年から1750年ですから、だいたい40年ぐらい前。だから1世代ちょっと前ぐらいの人です。ジュリアードの音楽の歴史のクラスでビーバーっていうのはバイオリンのソロのミュージックの曲の始めぐらいだっていうことと、その授業中に聴いた曲はとってもこうエキゾティックな感じで覚えてはいたんですけど、今までやったことがなかったんです。ビーバーさんっていうのはローザリーソナタっていう今のソナタじゃないんですけど、一つ一つの祭壇に数分のソナタを弾いていて教会を回っていくみたいなものを書いていて、それでそれがスコーチューラって違う調弦でずっと弾いてたりして、すごくこうエキゾティックな雰囲気を出してる曲を書いてる人ですけれども、その最後にパッサカリアという曲を書いています。でその中でドードーディードーってこの通奏低音のみにそのずっとバリエーションが続いていくんですよね。それでこう淡々とバリエーションが続いていくっていう、その何とも言えない感じが私はハマっちゃったんですけど、この曲はバッハが有名なシャコンヌを作曲するときにバッハはそのビーバーの曲を知っていて、バッハにインスピレーションを与えた曲だって言われてます。それからもう一人のバロックの作曲家はテレマンです。テレマンは1681年から1767年。バッハよりも同時代の人ですけれども、バッハよりも4歳上で、それでバッハよりも長生きした人です。バッハもヘンデルもテレマンもみんな最後は目が悪くなって見えなくなっちゃって、バッハとヘンデルは同じ名医者さんに行って、それの治療の後もっと悪くなったっていうことをどっかで読んだ覚えがあります。まあそれは関係ないんですけど、テレマンとバッハは知っていたようで、テレマンはバッハの息子のカール・フィリップ・エマニュエル・バッハの名付け親にもなってますし、テレマンが去った職に後でカール・フィリップ・エマニュエル・バッハがオルガニストとして雇われたということもありました。生前はバッハよりもとっても有名で、今バッハとテレマンを同じように見る人はあんまりないんじゃないかと思うんですけど、テレマンという人はすっごく作品の多い人だったんで3000曲ぐらい書いたと言われてるんで、そんなこともあったのか、バッハが最後に取ったライプチヒのトーマス教会の職を得るときにまず大体テレマンに決まってたんですね。第一候補がテレマンだったんです。でその時にテレマンはハンブルグからオファーがあっ
て、それでいや実はライプシヒに職が決まりそうだっていうことで、そしたらハンブルグの方がもっと報酬を高くするということで、テレマンはハンブルグに行って、生涯テレマンはハンブルグにそこにずっと生涯過ごしますけど、バッハが第二候補でもなかったんですね。で、第二候補っていうのは今聞いても誰でもあんまり知らないような作曲家で、クリストフ・グラプナーっていう作曲家だったんですけど、その人もなぜかいいえ、ノーサンキューって言って蹴っちゃって、それで第3に候補に上がったのがヨハン・セバスチャン・バックだったんですね。で、彼がもちろんテレマンよりも年下だったんですけれども、みんなはバッハが大砲のいっぱい入ったちょっと難しい古風な様式の曲ばっかり書くから、華やかさに欠けるからっていうことで、結構ライプシヒの方ではがっかりしてバッハを雇ったみたいなとこがありましたから、バッハはあんまりみんなの理解を得られなくて、それでものすごく忙しくて、その同じ歴史の先生がおっしゃるには、サンデー日曜日にミサをするんですけど、月曜日から水曜日までに彼はその新しい2作曲を作曲しなくちゃいけなくて、それで木曜金曜土曜でスクールのそこについてる学校の合唱団の少年たちを全部リハーサルして、でまた日曜日にミサをしてって、そういう1週間をずっと続けてなくちゃいけなかったっていう、ものすごく彼はそれに学校のそこの音楽の先生もしてましたし、バッハはそれに隣接したようなところにも住んでいましたから、すごい生活をしてたんだなと思ったことがあります。そのテレマンなんですけど、私は今大学に行くのに車で30分ぐらいドライブしていかないといけないんです。多分私は車を運転しながら YouTube ミュージックかなんかを聴いてたんだと思いますが、テレマンの無伴奏のバイオリンのためのファンタジアっていうのがなってきたんです。それは第一番の2楽章だったと思います。あんまり知らない演奏家だったんですけど、素晴らしい演奏で、それでこんな曲テレマンが書いてたことも知らなかったっていうんで、その12曲の楽譜を探して、それで一応12曲全部見てみたんです。優しくてすぐ弾けるのもありますけども、中にはなんかすごく複雑な和音があってちょっと弾きにくくてかなり難しいのもありました。全部12曲やってみて、バロック時代っていうのは指板が短くてバロックバイオリンを弾いているはずなのに、もうあの頃からすでにバイオリンを弾く技術っていうのはものすごく高度なものがあったんだなとつくづく感心しました。今までは例えばバッハのシャコンヌっていうのはやっぱり一番難しい曲の一つに数えられますけども、でもバッハは天才だからみたいに思ってたんですけど、そうじゃなくてテレマンでもってそういうこと言っちゃいけないんですけど、すごくあの時代みんなああいう技術をみんな持ってたんだっていうことを改めて思いました。それから2024年はモーツァルトのバイオリンコンチェルトのナンバー4番を自分で作曲したカゼンタでカーネギーホールのワイルホールで弾けたっていうのが大きな出来事だったと思います。いつもは作曲ってほとんどしないんですけど、今回はカデンツァを自分で作ってみようと思ってやってみました。それが私にとっては大きな出来事でした。去年ご挨拶のビデオを作った時はニューイヤーズレゾリューションで3つくらい自分のやりたいこととか自分のやりたい目標とかいうことを結構生意気に話していたと思います。今年はちょっと心境の変化というかちょっと違う風に感じてます。ちょっと関係ない話なんですけど、アメリカではプログラムで過去1週間の日本のテレビが全部見られるっていう、そういうアプリケーションみたいなウェブサイトみたいなのがあるんです。それで新春で面白い番組をやってたんで見てたんですけど、その中でタモリさんと笑福亭鶴瓶さんとのトークということで、それに内村さんという方がいろんな質問をしていくんですよね。で、その中で最後の質問かなんかで内村さんがタモリさんと鶴瓶さんに今年の目標は何ですかって聞いたんですね。そしたらタモリさんがそんなものないよって言って、そしたら今度は鶴瓶さんも右に同じくじゃないですけど、そんなんでみんなで揃って目標はないねっつって、それで笑い転げていらしたんですけど、初めは
お笑いの芸人さんたちだから新年早々目標だのゴールだのとかそんなこと言うとあんまり真剣になるから言わないのかなとか思ってたんですけど、でもなんかそれを聞いててね、今年は妙にしっくり納得したんです。物事をやるのに建築家タイプでやる人と、例えば考古学的にやる人と2つに分かれるってどっかで聞いたことがあるんですけど、例えば建築家っていうのは細部まで全部設計して作るんですけど、考古学っていうのは発見しないかもしれないのをともかく毎日起きて掘ってやるみたいなことを言ってた人がいるんですけど、私の場合はあんまり何にも考えなかったんですけど、どちらかというとその考古学的にやってきた感じだったんで、目標はないっていうタモリさんの答えっていうのは何かちょっとホッとするもんがあったんです。学生の時にカルテットのクラスでジュリアド・カルテットの第一バイオリンのロバート・マンってとっても有名な方でしたけど、その先生のクラスを取ったことがあったんです。そして私なんかカルテット弾いて先生がどんな批評をくださるかなみたいなちょっと神妙に待ってる時があるんですけど、そうしたら先生が急に子供の頃は親をハッピーにさせるため練習する。学生の時は先生をがっかりさせないために練習する。と話し始められたんです。なんとなくみんなが待ってて、そしたら今度は先生が自分にすごく納得させるような感じの口調で、でもね、自分くらいの年になると親のためでも先生のためでも誰のためでもなくて自分のために弾きたいと思うようになるんだよっておっしゃったんです。今年の正月はなぜかその言葉を急に思い出しました。もちろん聴衆の方と音楽を分かち合うっていうのは最高です。っていうかそのためにミュージシャンはやってるし、なるべくそれでメッセージが伝わったらいいなと思って音楽を弾いてるわけなんですけど、ただ今年はコンサートで弾く予定のない曲でも弾きたい曲を練習したいと思うようになりました。今まではコンサートがなかったら使わないんだからみたいな感じで練習をしないっていうこともあったんですけど、ブルース・リーの有名な言葉に水になれっていう言葉があるんですけど、水になれっていうのは水っていうのはいろんな形に変わるから、例えばコップに入れた時にそのスッと水はそういう形になれるし、流れる時は流れるしって流動性っていうか柔軟性というか、なんか今年はそんなことをレゾリューション、自分の今年の目標っていうよりもそんなことを考えています。それだけ去年から1年年を取ったということなのかもしれませんけれども、そんなことを新春に考えていました。では今年もよろしくお願いします。